ほらほら、ケンスケ様、頑張るですよ。ケンスケ、頑張るの。了解です。わかったの。お待たせなの。次行くです。次。しずくさんのおっしゃる通りでしたわね。あの越後の虎猫、またなんという面倒事を。また犯人はそんなお気楽に。でもケンスケ、一度城内に忍び込めたんだもん。だからきっと大丈夫なのね。ねえではありません。怒りたくもなります。なんだよ、シノはいつものあれやんねえのか。ほら、怒ってるのではありません、呆れてるだけですとか。そんな子供のようなことした覚えもございませんが。は？もうお頭、しのちゃんだけずるいです。愛を交わした男と女には言葉に交わす必要もないほどの信頼が生まれる。いやはや健介殿の本領発揮ですな。世は性質であるぞ。性質であるぞ。二度も同じやり方で侵入を許すほど向こうも甘いわけではないだろうと。いいなあ。はい。この戦が終わったら主様を囲んで主治肉林ぞ。周知は結構ですけれど、肉林は大歓迎ですわ。頑張ろう。何やら健介隊の方で笑いが起きておりますね。スケベがいじられてる。あそこはいつもあんな感じっすね。そうね。血は喧嘩があったり、笑いが巻き起こっていたり。戦をするというのに、どうしてあんなにも気楽なのだか。だからでしょ。だからですか？あいつの周りには常に誰かがいて笑いがある。それはきっとそういうことなんでしょ。はあ。わからなければいいわ。さあ、健介隊だけに功を上げさせるわけにはいかないわよ。これは本来越後の問題なんだから。そうっす。ザクロたちが気張らないと長尾衆の名折れっす。気張るっす。ザクロに任せた。任せるっす。手柄は全部ザクロのものっす。任せるじゃないでしょ。松葉ちゃんもちゃんとやりなさい。私は
御大将の護衛が仕事。それはいいから、あんたも手柄立ててらっしゃい。御大将が言うなら。ザクロが松葉の分まで手柄をあげるから大丈夫っす。アキコさんにも譲らないっすよ。この柿崎影家の独壇場っす。はいはい。だったらご詰めは任せておきなさい。その分ザクロちゃんは先方よろしくね。了解っす。あ、でも大将はどうするっす？私決まってるじゃない。サマヤマンダラ？ダメです。いいじゃない、最後なんだから景気よくいきましょうよ。景気よくじゃありません。それにサマヤマンダラは乱用するとブツブツが下るっておっしゃっていたじゃありませんか。誰が？ミク様がです。そうだっけ？まったくもう。まあいいわ。アキコがそこまで言うならサマヤマンダラはやめておきましょう。そもそもこの作戦にしたのはそれをしないためじゃないですか。先陣切って入場するわ。負けないわよザクラ。望むところっす。やれやれ、どうせろくな悪巧みではなかろうよ。ケンスケ様、そろそろ分かれ道が見えてまいりました。稲葉山城と同じですね。久しぶりに腕が鳴ります。あの時ヒヨは怖がってただけでしょ。そんなことないもんね。さすがに昨日の今日です。春日山も警戒を強めているのは間違いありません。ですわね。健介様、先行のコナミさんから連絡です。潜入予定の毘沙門堂裏に到着。敵方の警戒は予想通り、それほどでもないとのこと。ただし、崖は前回以上の峻健な岩壁。先遣隊として麓まで同行した綾菜さん、佳代さんのお二人も、間違いなく前よりも厳しいだろうとの意見だそうです。大丈夫ですの？それは間違っていませんが。と大手を振って正面からぶつかりたいものですな。また俺の出番は後回しかよ。まったくですわ。私もこの詳細をいつ天下に示すことができるのでしょう。先方でなきゃ意味ねえだろ。その通りですわ。
そうです。今までは長尾衆に貸しを作ることが重要でしたが、今回肝要なのはそこではなく、春日山を何としても落とすこと。はい。この戦の成功そのものが、南極にある鬼との戦いと、後の日の本の運命に影響を及ぼす、回転の一手。この戦いにて、長尾衆が健介様のお味方となるかどうか。それこそが、今後の対局に影響を及ぼすこととなるでしょう。と前にも言うたよな。今回も言う羽目になったのは私のせいではありませんよ。どうあれ、城門のいずれかは必ず開かなければなりません。健介様。危険な任務です。ですが、必ず成し遂げてくださいませ。もちろんなの。マリがちゃんとケンスケを守るの。それもなの。はい、準備はできてます。健介様のご指示通りに仕立てておきましたよ。火を特製柿渋アラノアです。しかも超がつくほど長いんですよ。はい、前回の作戦の時から作ってましたから、しっかり間に合いました。なるほど。これならみんなが登るときに便利ですね。任せてください。スズメは狙撃は苦手だけど、お姉ちゃんたちなら崖の上に来た兵士の5人や10人や100人や1000人。で、あまりは見物か。それは分かっていますけど、今回はあちらを立てねばなりませんし、いつも以上に裏方ですもの。退屈ですわ。そうですか？おや、シノがそのようなことを言うなど珍しい。そうでしょうか。よくお考えください。門の脇で待機するということは、その分健介様が近づいてくるということですよ。私たちに会いに？まあそういう考え方もありますな。そう考えるとやる気が出てきたの。ハニーが会いに来てくださるなら、無様な働きなど見せるわけには参りませんわ。分かっておりますわ。任せておけ。
十分注意しておきます。やれやれ、裏方のさらに裏方とはそんな役回りばかりですな。おい、健介。やっぱ今回は俺も行くぞ。なんだよ、その鳩が首絞められてるみたいな顔は。暴れられねえ白ゼミに興味はねえよ。それに、やる気だけならチョロギとクボウがいりゃ十分だろ。だよ、マリまで来てんのに俺はダメってのか？おお、任せとけや。こんな高いところまで登ってきたですか。すごいの。あやな、高いところ大好きですよ。別に科学なんかないのです。マリも平気なの。かぶらやの音です。白型の極悪夢本人ども、本大将の言葉耳かっぽじってよーく聞くっす。聞けい、越後にあだなす謀反人どもよ。貴様らの頼みの綱であった人質2人、この長尾影虎がしかと取り返した。もはや貴様らに勝ち目なし。己の罪を認め降伏するならば、しかるべき恩情を与えよう。それでも戦うというのなら、越後の武士として勇壮に殺し合おうではないか。越後の竜に付き従うつわものどもよ、天高く旗を掲げよう。この越後の支配者は誰なのか、天に地に注目に教えてやれ。長尾の御旗立ていっす。越後が英傑、長尾景虎、その守護を務めるは武勇名高き毘沙門天の旗。我らに毘沙門天の加護あらんことを。もう一つ掲げるっす。大日大将かかり乱れ竜の旗。我らに不動明王の加護あらんことを。毘沙門天よ、不動明王よ、勇猛なる我らの戦い、存分に昇覧あれ。かかれ健介様、こっちは結び終わったです。わかったの。カラ
スです。下に小夜叉ちゃんたちが来てるの。疲れたの。健介様、お水飲んでいいですか？どうかな。前の時は馬出しあたりでザクロちゃんたちがずっと戦ってたの。でもそうしたら大手門は戦場のど真ん中ですよ。ご主人様。大手門付近の偵察が終わりましたのでご報告に。現在ザクロ様の本隊が馬出しにて戦闘中。大手門は閉じたまま。春日山勢は籠城の構えをとっております。恐れながら。コナミちゃん？だったら大手門を捨てるです。ご主人様？今移動中ですが、付近に丸の内に卍の旗が見えますので、おそらく松葉様が攻めていらっしゃるかと。いえ、今のところは何も。また返事がありましたらご連絡いたします。なんだ、暇そうじゃねえか。言われた通り何人ずつかで登らせてるぜ。全員登ったらヤタガラスの連中も来るとよ。けどよくもまあこんなこと思いついたな。こんなの無茶のうちに入るかよ。森一家ならこのくらいの崖かけて登れって言うぜ。ただいま着きました。すっごく怖かったですよ。だよ、情けねえな。てめえが作った縄だろうが。それでも風が吹いたらギシギシ言うんですよ。切れたらどうしようかってずっとドキドキしてました。
それは分かってますけど。こんなに怖いんだったら、かよちゃんの代わりに撤収部隊の指揮をしてた方が良かったです。かよは敵に見つかったらそのまま戦闘ですよ。ヒヨで大丈夫です。大丈夫じゃないけど、誰も来なかったら戦いはないでしょ。そんなにビビってたら攻めてくださいなんて言ってるようなもんだろうが。辺り全部囲まれていい的だぜ。そうですよね。大丈夫。きっと大丈夫です。あのようなところを登るのですか。一ノ谷の逆落としの逆だから逆逆落としとでも言うべきか。清和源氏にもゆかりの深い今川や本田からすればまさに坂東武者の誉れの極みといったところだろうね。恋は思いついたかい？あの策。思いつきはするでしょうが、実践するかどうかはまた別ですね。理はともかく危険が大きすぎます。けど彼は似た策をもう何度も成功させている。新田入れば落ちに蹴るかな。恋が言い始めたことだよ。3度目の正直という言葉もありますよ。そう言われては返す言葉がない。なら彼のお手並み拝見といこうじゃないか。天球様のお迎えは？長尾。いや、新田殿の視察で出迎えに遅れたといえば怒るようなお方ではないよ。羨ましがりはするだろうけどね。健介様、お待たせしました。全員壁登り完了です。玉薬の補充をしてから上がるので、先に行っていて構わないそうです。了解です。わかったの。お手並み拝見してやんよ。じゃあ、大手門は健介様たちです。大手門に健介様が向かうのは危険ですよ。そうですよ。お頭はまだ比較的マシな千眼門の攻略に向かうべきです。コロちゃんの言う通りだと思います。そういう意味じゃ安全ってことですか？大手門が厳しい分、絶対に攻略しなければならないということですね。もちろんですよ。私たち何しにここまで来たんですか？ほなみちゃんもいるし、きっと大丈夫です。そうです。アヤナもいるですよ。
健介様はご自分の心配をしてほしいです。健介のことは俺に任せとけや。マリもいるの。絶対に健介を守ってみせるから安心してなの。だったらわかりました。だけど健介様はくれも危ない真似しちゃダメですよ。そうです。そうやって健介様はいつも危ないことばっかりしてるんですから。わかってます。私たちも命は惜しいですから。アヤナに任せるのです。それでは行ってきます。大天門の方にはどうやって向かうの？すっごく遠いの。なるほどな。向こうが平均して危ねえっていうわけだ。結膜って逃げるなら千眼門より安全。突き進むならより危険ってことだろ、大手門は。こっちの方がやりがいもありそうじゃねえか。もったいねえよ。静か御前も離れないの。で、実際どうするかだな。忍んでいくにはちょっと厳しそうなの。ばらけてどうするの？亀割りの水ってやつか。もし見つかったらどうするの？何なの？そうなったらぶっ殺していいのか？わかってるっつの。俺だって本命の縄文ぶち抜く方がいいに決まってる。で、これはあいつらには？わった。てめえがしくじんじゃねえぞ。ケイスケ、気をつけてね。
で、健介の様子は？まだ特に報告は来ませんね。状況はあまり芳しくないのかもしれません。やっぱりサマヤマンダラスか？ですから本丸を吹き飛ばすのは。分かってるわよ。本丸はいいから大手門だけにしてあげる。なおさらよくありません。なんでよ。アキコが本丸はダメって言うからだいぶ譲歩してあげたんだけど。大手門がなくなったら再建するまでどうやって城を守るんですか？武田勢も動きつつあるという報告もあるのに。それはまあ松葉がなんとか。ザクロちゃんじゃないんですから。冗談よ。もう少し待ってあげるってば。ザクロまだいけるわよね？余裕っす。さてこちらは支払いはする気十分だけれど、あなたはちゃんと催促に戻ってきてくれるのかしらね、ケンス